こんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、久しぶりに沖縄の市場に行って、自ら食材を買いに行きたいと思います。よっよいしょ。ということで、沖縄の国際通りに来ました。めちゃめちゃ賑わってるね。どこら辺だっけな？確かここら辺にあったんだよな。こういうフルーツもいっぱい売ってますね。沖縄ならではのパッションフルーツ。4つ入って900円。でこれがね、珍しい。スターフルーツ。これ買ってこうかな、後で。これうまいんすよね。これ島バナナだね。めちゃくちゃちっちゃいんですよ。僕の指と比べても。ね。でもすげえ甘くて美味しいんですよね。これも有名。森のアイスクリーム、あてもや。島らっきょう。あった。こうだ。公設市場入り口。めちゃくちゃ売っとるやん。伊勢エビ、セミエビ、シャコ貝あった。お目当てのシャコ貝まずありました。夜光貝、銅満貝に。これ錦エビだ。でけえな。ホンビノス。あ、ウニも置いてる。北海道産。ミル貝も売っておりますね。白ミル貝にこう沖縄ならではのこういう魚も売ってます。ハリセンボンも売ってますね。朝日貝。魚さばくが一番上手。ありがとうございます。よくYouTube のはい、今日は一人シャコ貝を買いに来ようかなと思って。シャコ貝とあとヤシガニってありますか？ヤシガニがないんです。ヤシガニは一番端っこのお店に売ってるはず。ありがとうございます。あったヤシガニ28,500円。でけえな。でもこいつめっちゃ頑丈に入れられてますね。これすごいな。めちゃくちゃでかいぞ。今までさばいたことないぐらいでかい。よし、これをもらおう。はい。で、研究自体なんですけど、ヤシガニがちょっと生きたまま持って帰れないということで、こちら、シャコ貝だけ買いました。今店員さんが黒猫ヤマトに運んでくれてるんですけど、この沖縄の街並みをシャコ貝持ちながらこう歩くというね、ちょっとまた一風変わった光景になってますけども、まあ残念ですね、ヤシガニは。でもね、こんな大きいシャコ貝買えたんで僕は満足です。まあ、ソーキそばか、ゴーヤチャンプル食って帰りたいと思います。それじゃあ、帰宅。よいしょー。ただいまということで、本日の食材がこちら。シャコ貝っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。大きなシャコ貝。っていうことでね、残念ながらヤシガニは持って帰れなかったんですけども、シャコ貝はなんとか生きたまま持って帰ることができました。ちょっとね、かなり弱っちゃってますね。でも腐敗臭とかはしないので、腐ってはいないです。まあ、賞味期限今日までって感じですね。2年ぐらい前に、このぐらいのシャコ貝は動画にしたことあるんですけど、こんなに大きなシャコ貝を動画にするのは初めてです。ちなみにこれがね、6キロから7キロぐらいあるかな。動画で見ると意外にちっちゃく見えるんですけど、実物見るとかなり大きいです。で、値段が1個12,000円しました。高いですね。で、送料も結構高かったんで、結構値段はしましたね。というわけで、今日はこちらの新鮮なシャコ貝を使って、シャコ貝のお刺身とシャコ貝のカレーライス作っていきたいなと思います。この貝殻がカレーライスにしたら映えるかなと思いましたんで、カレーライスにしていきたいと思います。実際ホッキ貝を使ったカレーライスとかありますんで、多分シャコ貝でも美味しいなと思います。まずはこちらのシャコ貝をさばいていきます。で、シャコ貝っていうのは別名人食い貝とも呼ばれてまして、大きくなるともっと100キロとかになるんですけど、ダイバーさんとかがこのシャコ貝の隙間に誤って足をはめちゃうと、ググググっとこう締まるんですね。そうすると足が抜けなくなっちゃうんですよ。ものすごい力なので。なので別名人食い貝とも呼ばれてます。実際にはね、何食べてるんだろう。植物性のプランクトンかなんか食べてると思います。なので危険な貝なので、さばくときは気をつけてさばいていきましょう。貝柱がね、おそらくここですね。この貝柱を包丁で断ち切ります。貝柱さえ断ち切ってしまえば安全ですのでね。ここか？貝柱なんか思ったよりちっちゃいな、これ。うん、そうだ。ここのが貝柱だ。こんだけ大きい貝に対して貝柱こんなです。もっと大きいと思いました。このぐらいあると思ったらちっちゃいですね。で、バカーっと開きます。意外にこっちの力は弱いですね。簡単に開けます。貝柱の位置がよくわかりますね。ここです。で、こういう風に膜がくっついてます。で、この膜を切り取ってしまえばもう簡単に剥がれます。で、意外に膜もしっかりとくっついてますんで、包丁じゃないと綺麗に取れないような気がしますね、これ。あ、そんなことねえわ。手で簡単に取れるわ。はい。取れました。身の処理をしていきます。で、この黒いビラビラ、これが貝紐ですね。ここは食べられます。では貝紐を取り外していきます。
で、なんか独特な匂いがするな。なんか生臭いとはまた違ったね。なんだろう、これ。海苔みたいな匂いがします。ちょっと変わった匂いしますよ、これ。近くで見るとこういう感じです。なんかここに穴が開いてますね。で、残ったところがここですね。これ貝柱だ。大きさはこんななんですけど、長さがとても長い。僕の指と比べても、だいたい10センチぐらいあります。めちゃくちゃ長い貝柱ですね。ちょっと落としてみましょうか。はい、こちらがシャコ貝の貝柱。とても長いです。めちゃくちゃ美味しそう。で、あとここに、なんだこれ。なんじゃこれ。これはちょっと怖いな。食べません、ここは。貝の内臓はね、当たると怖いんですよ。しかも僕、シャコ貝に対してあんま知識がないので、肝は今日はやめときます。うん。先端の丸いとこ。これは食べれると思うんですよ。ただ、ちょっと怖いのでやめておきます。新鮮といっても水槽から揚げて2日経ってますんで、さすがにね、肝はやめときますね。はい、ではこちらさばき終わりました。貝紐はちょっとぬめりがありますんで、塩で貸してぬめりを取っていきます。お塩をさーっと入れて、もみもみしていきます。結構汚れが出ると思うんです。あんまり長い時間塩でやると、塩が入りすぎてしょっぱくなっちゃうんで、短い時間でしっかりと揉んでいきます。よし、そしたらまずはお刺身を作っていきます。お皿に、こちら、シャコ貝の殻を乗せて、海ぶどうですね。よいしょ。脂肪出ないかな。あー、元気だ、元気だ。正式名称はくびれ豚。で、海ぶどうをたっぷり敷いて、で、紐と貝柱を切って盛り付けていきます。まあ、こんだけはカレーライスに残しておいて、こんだけ刺身にしましょう。で、結構ね、硬いんですよね。弾力がありますんで、薄く切っていきます。このぐらい。ぶつ切りだと多分硬いので、このぐらいに薄く削いで盛り付けていきます。で、次はこちら、貝柱ですね。どうなんだ、あ、柔らけえな。結構、もっと硬いかなと思ったんですけど、意外にスッと包丁が入りますね。ほんとホタテがちょっと硬くなったみたいな。うん。こんだけにしとこうか。はい、こちら、シャコ貝のお刺身の完成。次はカレーライスを作っていきますね。今日のカレーライスの具材は、玉ねぎとシャコ貝のみ。シャコ貝は大きめにぶつ切りにしていきます。貝柱も大きめに。そしたらフライパンにすりおろした玉ねぎを入れます。で、こちらの玉ねぎ、ペースト状になるまでしっかりと炒めていきます。だいたいこんなもんですね。こんな感じ。で、そこにニンニク。ちょっと別の撮影でたくさんニンニク剥いといたんですよね。これ全部使いますからね、別の撮影で。何ができるんでしょうか。もしかしたらもう上がってるかもしれません。そしたらニンニクを潰して、粗みじんにしていきます。で、鷹の爪も切っていきます。あんまり入れちゃうと辛くなっちゃうんでね、こんなもんで。そしたらフライパンの中に入れます。弱火でゆっくり火を通して香りを出していきます。その間に玉ねぎ刻んでいきます。今日はペースト玉ねぎと千切り玉ねぎ2種類入れていきます。こんな感じで半玉。もう1個使おうかな。1個丸ごと入れましょう。で、ペーストがだいたい2個使ったんで、合計3個の玉ねぎですね。いい感じにニンニクの香りが立ってきましたら、そこに玉ねぎ。しっかり絡めていきます。で、そこにこちら、シャコ貝の貝肝と貝柱、入れていきます。結構シャコ貝から水分が出ますね。かなり水分が出てきます。そしたらそこにお水をザーッと加えます。そこにペースト玉ねぎ。で、ふつふつと煮込んでいきます。で、ぐつぐつと沸騰してきましたら、そこにジャワカレー中辛。こちら入れていきます。ちょっとこうやってね、細かく切って入れると溶けやすいので、切って入れますね。よいしょ。パラ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 っと入れます。玉ねぎとシャコ貝だけのカレーライス。お味はどうなんでしょうか。ルーが溶けてある程度水分が飛んでとろみがついてきたら完成です。
はい、ではコトコト煮込んで、とろみがつきました。そしたらこちらを盛り付けていく。そしたらこちらもシャコガイの器に盛り付けていきます。こうやってペーパーで土台を作って安定させて、で、殻もしっかりきれいに洗いました。で、意外にね、これあんま入んなさそうなんですよね。うん。だからミニカレーみたいな感じで作っていきます。こういう風にグラスにお米を入れて、中央にパコンと。で、その周りにカレールーを入れて、これが貝柱。貝柱も入れて、ルーもたっぷり入れます。で、そこに乾燥パセリをさっ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 さと色合いで振りかけたら、こちら、シャコガイカレーの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。よっしゃ、まずは、シャコガイのお刺身から食べましょう。まずはこちら、貝ひもからいただきますね。醤油につけて、いただきます。変わった風味がする。なんかね、青臭い、ちょっとだけ。あれ想像してた味と全然違う。ガツンと貝の風味は来ない。なんか独特な風味があるな。シャコガイの貝柱いただきます。うまい。貝柱は癖がなく程よく甘くて美味しい。そしてこちら、海ぶどうですよ。海ぶどうも醤油につけて、うめえ。やっぱり塩漬けの海ぶどうじゃなくて、こう生の海ぶどう、うまいわ。次はこちらのシャコガイカレーいただきます。まずはルーとご飯一緒に食べてみますね。いただきます。うま。普通にカレーとしてうま。シャコガイ感はゼロですね。美味しい玉ねぎのカレー。貝ひもとご飯一緒に食べてみます。シャコガイの貝ひも、加熱したらどのように変わるでしょうか。いただきます。案外加熱してもそんなに柔らかくならないですね。なんなら生の方が俺はタイプかな。次はこちら、貝柱ですね。うまっ。シャコガイの貝柱、めちゃくちゃうまいですよ。こんな大きい貝からこんだけしか取れないですけど、最高に美味しい。てかカレーめちゃくちゃ美味しいんですけど。はい、ということで今日はこちらのシャコガイのカレーライスとお刺身ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん！銀色のやつ。はい。はい、ここで止める。はい、ではこちら、7対3ですね。いただきます。沖縄まで行った甲斐があったな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は大きなシャコガイを買ってきて、お刺身とカレーライスにして食べてみましたけども、正直紐の部分のお刺身は僕はあんまりタイプじゃないですね。貝柱は美味しかったです。で、カレーライスなんですけど、あれもしかしたらシャコガイの肝を入れたらもっと風味が出て美味しかったかもしんない。なんかこうシャコガイがうまくカレーライスと仲良くなれてなかったかなっていう感じはしましたね。ホッキ貝とかハマグリとかああいう旨味の強い貝でカレーライスしたらもっと美味しいかもしれない。またそういう動画も撮っていきたいなと思いました。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。